皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカによるウクライナへの軍事支援第19弾が発表されました。それと時を同じくして、現在クリミア半島においては、ウクライナ軍の特殊部隊の攻撃や、もしくは現地のパルチザンの破壊活動などが活発化しています。今回アメリカが発表した軍事支援によって、こうしたクリミア半島におけるウクライナ軍の攻撃にもどのような影響があるか解説していこうと思います。それではまずはアメリカが発表した第19弾、ウクライナへの軍事支援どのような内容か見ていきましょう。シーク&デストロイ。探して破壊する。ウクライナへの新しいアメリカの援助は、ロシアの砲兵を標的にしている。国防総省が発表したウクライナへの7億7500万ドル、日本円で1000億円規模の新たな軍事支援は、アメリカがロシアとの戦いに大砲を標的とするスキャンイーグル無人偵察ドローン、105ミリ榴弾砲、カール・グスタフ用対戦車弾を初めて送ることを意味するものです。ウクライナに対するアメリカの最新の支援パッケージには、対レーダーミサイル AGM-88 も含まれており、大砲を中心とした戦争で、ウクライナ軍がロシアのレーダーを標的にすることを可能にするものです。今回の開示は、国防総省がウクライナへの対レーダーミサイルの提供について詳細に説明した初めてのケースです。本来アメリカの持っている対レーダーミサイルは、ウクライナ空軍が持っている旧ソ連系の戦闘機には搭載できるものではありませんでした。しかし、アメリカの技術的な協力をもとにして、ウクライナ軍はミグ29に対レーダーミサイルを搭載することができるようになったようです。ウクライナはこれらのミサイルの使用に成功しています。彼らは対レーダーミサイルをウクライナの航空機にうまく統合しました。これにより、ウクライナはロシアのレーダーを探して破壊することができます。と、国防省高官は記者団に語った。ペンタゴンは15機のスキャンイーグルを送っている。引出射製の小型で長時間稼働する低高度ドローンでウクライナ軍の砲撃を誘導するための偵察に使われるものだ。その他105ミリ榴弾砲16機、砲弾数3万6000発、他の同盟国から送られたカール・グスタフ兵器用の対戦車ミサイル1000発も初めての供与となる。また、援助には地雷除去のための対地雷待ち伏せ保護車両40台、装甲車ハンビー50台、ジャベリン対戦車兵器1000台も支援する。今回アメリカが初めて供与することになったスキャンイーグルは、長時間戦場に対空し続けることができる偵察用ドローンです。ウィキペディアでは、対空時間が24時間を超えるといったことも書かれていますから、戦場において砲兵にとってはかなり頼りになることでしょう。また、105ミリ榴弾砲もアメリカは今回初めて供与を発表しました。105ミリの榴弾砲については、すでにイギリスが提供しているのですが、アメリカが今回供与することによって、前線における砲撃戦でロシア軍に少しでも打ち負けないようにしようとする軍事支援だと言えます。大型の榴弾砲ではないために、射程距離そのものはそれほど長いものではありません。しかし、小回りが効くことから、戦場での使い勝手は非常に良いようです。今回のアメリカの軍事支援について、ウクライナのゼレンスキー大統領はこのような声明を出しています。7億7500万ドルのアメリカからの軍事援助パッケージ、アメリカよ決断をありがとう。ウクライナは侵略者を倒すための重要な一歩を踏み出しました。ゼレンスキー大統領が重要な一歩を踏み出すといった話をしているわけですが、実際現在の戦局は以前から変化が発生しています。特にクリミア半島における情勢は以前とは随分と異なる様相を呈しています。以前であれば戦場から遠いためにクリミア半島のそのほとんどが非戦闘地域と考えられていました。しかし、ここ1週間でクリミア半島はその全域がウクライナ軍にとって攻撃対象、そして実際に攻撃できる場所となりつつあります。まずはロシア本国とつなぐクリミア大橋のあるケルチの町においては、夜間にウクライナ軍もしくはパルチザンの放ったとみられるドローンが上空に現れたことから、ケルチにおいては防空戦闘が発生しています。そしてクリミア半島南部にある軍港セバストポリにおいても対空戦闘が連日発生しています。ロシア側の大きな被害といったものは今のところは確認されてはいませんが、クリミア半島の戦線から遠い場所におけるこうした動きは、クリミア半島全域がウクライナ軍にとって作戦行動範囲に入ったことを示しています。そして、ここ最近のウクライナ軍のこうした前線から100キロ以上遠い場所において大きな攻撃が行えている理由としては、
まず第一にはパルチザンの現地での活動といったものが挙げられますが、しかし本当にそれだけだろうかといった声は非常に根強いものがあります。そこで浮上しているのが、アメリカは公表していないんだけれども、射程300キロの地対地ミサイル、もうすでにウクライナに提供しているんじゃないかという説です。そこで注目されているのが、ウクライナを走り回っているハイマース、どのような状態で走っているかといった写真が注目度が日に日に高まっています。そのことを説明するためにまずは射程300キロのミサイルとハイマースを並べてみてみましょう。現在アメリカが公表しているハイマース用の弾薬は射程80から90キロのもので、一度に6発を発射することができます。一方、射程300キロのものはより遠くへ飛ばさなければならないために、一発一発が非常に大きいことから、まさに一発しか搭載できないのです。ですから、見た目からして姿が変わるわけです。こちらの写真が射程300キロの弾を搭載する時の状態。そしてこちらはちょっと車体の色が違うのですが、射程80から90キロの弾を詰めるときは明らかに筒の数が違います。そしてこちらがウクライナを走り回っているハイマースの写真の1枚なのですが、この写真から搭載している弾が6発ではなく1発の仕様に変更されているものではないかといったことが指摘されています。ただし本当にそうなのか、そしてこの写真が本当にウクライナで撮られたものなのかどうかは現在のところ確認されてはいません。しかし対レーダーミサイルも今回の軍事支援パッケージではリスト入りしましたが、実際に物が渡されたのは以前からだったことが判明しており、射程300キロの弾についても公式には認めていないだけで、実際にはもうウクライナの地に渡っているかもしれません。さて、アメリカの軍事兵器の供与といったものは、戦場に明らかにウクライナ軍側にとって有利に働いているわけですが、ロシア側の言い分は全く異なります。アメリカ供与の高機動ロケット砲、戦況に大きな影響なし、ロシア国防省。ロシアのショイグ国防相は、アメリカからウクライナに供与された高機動ロケット砲システム、ハイマースについて、ウクライナでの戦争に大きな影響は与えていないとの認識を示した。ハイマースをめぐっては、ウクライナ側がロシア軍の補給インフラなどを狙って使用しているとの情報がある。ショイグ氏は、モスクワで開催された安全保障関連の会合で、出席者を前に最近ハイマース多連装ロケットシステムや長距離榴弾砲が欧米諸国によって徴兵器に祭り上げられていると述べた。その上で、ハイマースは情勢に大きな影響を与えなかったとする一方、ロシアの兵器については、戦闘でその最高の品質を確認したと主張した。このあたり、ショイグ国防相がなぜこのような話をしているかについて少し後で解説をしましょう。ここまではアメリカからウクライナへと供与される兵器の話をずっとしてきたのですが、最後に一つ余談をしておきます。一つ前の動画において私は、ドイツ、フランスの軍事支援のその勢いに陰りが見られるといった話をしました。しかし、アメリカの軍事支援の発表に隠れるような形にはなっているものも、ドイツも新たな支援を発表しています。その中で注目されているのが、ドイツ製自走榴弾砲パンツァーハウィッセ2000に使える GPS 誘導弾の新型モデルです。今回提供することが発表されたGPS 誘導砲弾の射程は70から80キロと、ハイマースに若干劣るものの、ハイマースや MLRS だけに頼らない形でのより長距離な精密砲撃を可能となります。今回発表されたアメリカの軍事支援は第19弾になります。これまで様々なものを供与した中において一つ注目しなければならないポイントというのは、これまで供与を隠していた対レーダーミサイルについて公に供与を認めたということです。これにより前線の様相はかなり変わってくると考えられます。対レーダーミサイルというのはロシア軍のレーダー網というものを破壊する可能性がありますから、そうすることができれば戦場における航空優勢は明らかにウクライナ側へと傾くこととなります。これは戦闘機の質とか数とかいった話ではなく、レーダーがあるかないかという非常に根本的な話へとつながるからです。また、前線のレーダー網が破壊された時には、戦闘機が勢いよく活動できるだけの話でもまたありません。というのも、レーダー網が非常に強力に効いている時においては、ウクライナ軍の持っている例えばトルコ製の大型ドローン TB2
S-2は対空ミサイルに撃ち落とされる危険性がありますから、十分に力を発揮することができません。しかし、防空網を完全に沈黙させることができれば、これまでは少し離れたところからの偵察任務が主体だった大型ドローンがより前線に出てきて攻撃に参加することができるようになるでしょう。そして当然のように、そのような形でドローンがより敵陣奥深くまで侵入することができれば、よりリアルタイムで多くの情報を得ることができますから、ウクライナ軍側の砲撃の効率性はさらに上がりますし、同様にして長距離の攻撃についても、無駄打ちの少ない非常に高い効率を持った大打撃を与えることができるでしょう。また、軍事支援の余談としてご紹介したように、アメリカだけではなくてドイツもより強力な GPS 誘導砲弾を提供すると発表したことは、これはプラスです。なぜならば、これまで供与が発表されていた GPS 誘導砲弾はエクスカリバーがあります。このエクスカリバーも精密誘導ができるのですが、その射程距離は40から50キロ程度と考えられており、今回ドイツが提供すると発表したものよりも、射程距離で言えば10キロから20キロは変わってくるものです。ですから、これまで安全圏と考えられていた場所が、ここから先はウクライナ軍の攻撃範囲になってくるのです。このあたりも、よりロシア軍の前線指揮所や弾薬庫について狙い撃ちが可能になるので、やはりこれもロシア軍にとっては非常に大きな脅威となるでしょう。しかし、このような状況の変化といったものに対して、ロシアの国防大臣は、そんなものは全然戦線に影響を与えていないと発表しています。しかしこれは完全に虚勢を張っているだけと見た方が良いでしょう。なぜならば、連日連夜のように弾薬庫が大爆発をしていますよ、前線指揮所が吹っ飛んでいますよなどということが続いている一方において、じゃあ同じようなことがウクライナ軍側に起こっているのかといえば、そういったことはないわけです。特に弾薬庫の場合であれば、大爆発が起こっているのであれば、それはどうやって情報統制をしようとも表には出てくるものです。そのようにして一方的にやられていますよとは口が裂けても言えないわけですから、国防大臣としてはアメリカの供与している兵器なんか全然意味がないんだということを言わざるを得ないわけです。そもそも論としてロシアの兵器は非常に素晴らしいもので、高性能で強力な兵器が粒揃いで前線に行き渡っているんであれば、そもそも本格的な侵攻が始まってから6ヶ月も経って、ウクライナの領土のそのほとんどがまだ占領されていないことを見ると、ロシア軍の兵器は大したものでないということは明らかです。もちろん本格的な侵攻をその先手を取ったという意味で占領地域を広げていますし、また自力の部分で言えば、ロシアとウクライナでは明らかにロシア軍の方が強いのは確かです。しかし、経済規模で言えば GDP はウクライナ1に対してロシア10です。そして戦争が起こった後においても、エネルギー資源を中心にして外貨を稼ぐ手段があるロシアと、国土が戦場になったために穀物の輸出に苦しんで経済的にも厳しいウクライナとは明らかにその自力の違いというのは差が大きいです。しかし国力や軍事力のその最初のスタート地点から言えば、圧倒的にロシアの方が有利にもかかわらず、現在戦線が膠着し、ロシア軍が進軍しようとしてもほとんど進めないような状況になっているのは明らかに各国からの支援が入っているからであり、これをもってしてアメリカの兵器が全く無意味だというのは、それこそ論理破綻しているロシア側の主張だと言えます。そして今回クリミア半島でウクライナ軍の特殊部隊やもしくはパルチザンの活動が活発化している話をしましたが、これは今のところ散発的な攻撃にとどまっています。決してこの攻撃によってウクライナのどこかの町がウクライナ軍が取り戻したといったことが発生するわけではありません。しかしこのような攻撃が起こるよということを前提にしてロシア軍は対応しなければなりません。特にこれまでは自分たちにとってこの場所は安全だと考えていた場所がどんどんと危険になるわけですから、これを守るための兵士や兵器、そしてそれらにかける予算立てといったものが必要になりますが、当然のように前線に全ての勢力を注ぎ込むといったことができなくなります。また今回改めて表立った支援兵器として登場した対レーダーミサイルの登場によって、ロシア軍側のレーダーが次々とやられるだろうといったことを少なくともロシア側も想定はしているのでしょう。現在ウクライナ北部の大都市ハルキウにおいてはロシア側からのミサイル攻撃といったものが非常に多くなっています。この原因がまさに対レーダーミサイルの登場なのです。このハルキウに対するミサイル攻撃で使われている兵器は一体何かといえば、それは
対空ミサイル S300 です。レーダーがどんどんとやられるだろうといったことを前提にすると、対空ミサイルはその照準を合わせることができなくなります。ですから、持て余してしまうであろう対空ミサイルをもう地上攻撃にどんどんと使うべきだという発想の転換が起こっているわけです。このあたりもロシアの国防大臣が言っているような何にも影響がないではなく、もう影響が出るだろうという前提をもとにした行動であるとも言えます。そして、そんな状況の北部なのですが、この北部においてもロシア側にかなり奥深く入ったところでロシア軍の弾薬庫が大爆発するといったことが起こっています。現在のところロシア側もウクライナ側も原因について何か言及はしていないので、今回もまたロシア軍の兵士によるタバコのうっかり後始末を忘れていたよといったことが原因として挙げられるかもしれません。これもまたロシアの国防大臣にしてみれば、ウクライナ側が攻撃したというふうに発表すれば守っていなかったのかといった具合にして批判されるから、そのようなことを認めたくないばかりに現場の兵士がミスをしたんだということで責任を押し付けるかもしれません。そしてそのようにしてロシア軍側がことを荒立てないのであれば、ウクライナ側としてはまあそれでいいだろうとしてそのままスルッと話を進めて、今後もロシア領内に対する攻撃を継続するかもしれません。何にしてもなのですが、ウクライナの北部側、特にハルキウ周辺における戦線というのは完全にロシア側の領土にいる部隊がウクライナ領内に対する攻撃といったものを繰り返しているために、反撃しようと思えば自然とロシア領内への攻撃へとつながるような状況になっています。NATO 各国はロシアに対する本土攻撃は控えるようにとウクライナに自制をかけていますが、現実問題ロシア側が本土側から攻撃してくるというこの現実を前にして反撃するなというのは、これはまた難しい話だと私は思っています。何にしてもロシア側がウクライナ国内に入ってきている状態は現実なわけですから、まずはウクライナ領内にロシア軍を撃退するためにNATO 各国はウクライナに対する軍事支援というものをこれからも継続的に行ってほしいものです。直近では8月24日がウクライナにとっての独立記念日です。このあたりにおいてロシア側としてはウクライナの国民の士気が高揚するのを防ぐために攻撃を一層苛烈にするかもしれませんし、またウクライナ側としてもこれを機にして一大攻勢に出るかもしれません。このあたりの攻防といったものも今後注目すべきポイントの一つと言えるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックと投げ銭機能のあるところではぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。